坂本美香です。第4回は南インドその2。2002年、当時私が撮っていた写真とここに書いてあったことも読んでみます。色あせてしまっている写真と走り書きのような文字はどうぞご容赦ください。インドの南西に位置するケララ。ここはケララ州の港町コチともコーチンとも呼ばれてきました。スパイス貿易の中心として栄えてきた場所です。胡椒の先物取引をしている場所は、そうまるで株の取引をしている光景のように、男の人たちが電話の受話器を持ちながら叫んでて、それはものすっごい熱気で、なんか動けなかったですね。固まっちゃったことを思い出します。もう圧倒されて、その光景を目の当たりにして、胡椒の価値というものを思い知らされたというか、こんなにすごいんだ、こんなに価値のあるものなんだって改めて気づいたというか感じましたね。昔は胡椒も金と同じくらい高価なものだったらしいのですが、古くからインドではアーユルヴェーダという医療にもスパイスやハーブが使われてきたから、とても貴重で、胡椒も黄金と同じような価値があったんでしょうね。花粉症の人がここに来たら治ってしまうかもと思うほどの刺激。働く女性たちのサリーも色とりどりでとても美しかったです。ここでよく目にした光景は、やかんに口をつけずにやかんから水をラッパ飲みする人。気候がとても暑いので口をつけて飲むとそこから菌が繁殖してしまうからとのことでした。こういう風に飲む人が多くて、私にとってはなるほどという小さな発見でした。でもこういうことが案外ずっと印象に残っているものですね。2002年のこの当時、私は21歳でしたけれども、世界不思議発見のミステリーハンターとしての出演が8回目か9回目ぐらいの時だったと思います。スタッフの方からも私が写っている写真なんかいただくことも多かったんですけれども、この頃、10代からお世話になっているカメラマンの山岸慎さんにそれだけあちこち行かせてもらえるようになったんだったら、行く先々、訪れる先々で写真を撮った方がいいよと教えていただいて、それで、当時オリンパスさん、今は、OM システムさんのカメラを持たせてもらって、本当にもう純粋に撮影の合間に、もう瞬間にもうとにかく自分の目に映るもの、心が動くものを写真に収めていたなという感じです。最初の頃、世界不思議発見のスタッフの方から私が写ってる写真を素敵なアルバムにしていただいたこともあって、それがきっかけで私も自分でアルバムにしてみようと思って作っていたのがこういう感じだったんですね。でこれも誰に見せるでもなく自分だけで保存はしてたんですけれども、何十年と時を経て、YouTube でちょっと配信してみようかなと思った次第です。そうですね、人の記憶なんて当てにならないからっていうようなことも山岸さんと話してたような気もするんですけれども、本当に振り返ると人の記憶なんて当てにならないものだなと思うくらい、こんなこともあったんだな、こういうことを感じていたんだなっていう、こんな風景を、こんな瞬間をよく撮っていたなとも自分でも思うんですけど、目に映るもう心が動くものをとにかく撮影の合間、もう瞬時に、もう瞬間にただただ撮っていたなという感じですね。海に面しているケララ州は海産物も豊富。私が歩きながら写真を撮っていると、市場のお父さんたちが魚を持ち上げてくれました。サメとかハンマーシャークとか、どっちもサメだけど
チャイニーズフィッシングネットは魚を取るためのコチ独特の大きな網で、まるで恐竜の骨のように岸にいくつも並んでいました。その名の通り中国から伝わったとか。南インドの伝統武術カラリパヤットは世界最古の武術と言われています。カラリパヤットのカラリと空手の響きがちょっと似てるかな。この道場では練習が始まる前に神様へのお祈りが始まります。アーユルベーダもそうでしたね。施術の前に必ずお祈りから始まっていましたね。南インドのケララ州にはカタカリダンスという伝統芸能があります。セリフはなく、指の動きや目の動き、表情で物語を紡いでいきます。当時21歳だった私が手作りのフォトアルバムに書いていた日記のようなものを読みます。カタカリダンスを踊る人は全身の力を振り絞り、足を鳴らし、手を使い、体をくるくると回し、これでもかというほどに目を動かし、汗をかき、力強く踊っていた。その姿が私の琴線に触れ、涙が出た。後ろで叩いている男の子たちの太鼓の音も体中に響き渡り、ものすごい迫力だ。パリからやってきた音楽好きのフランス人のご夫婦がカタカリダンスを熱心に見ていた。ご夫婦はいろいろな国を旅して音楽に触れているという。奥様は日本語もとてもお上手で、好きなものにとことん触れ、見て、聞く。私もそんな大人になりたいと思った。カタカリダンスを見に行った学校で一人の日本人学生に出会った。彼女はインドに来て3年だという。南インドという今まで私の中では未知だったこの世界に、こうして日本人たった一人でインドの人々と生活していること、言葉も一から覚え、カタカリの勉強に励んでいること、地に足がついているな、世界にはいろんな人がいるな、世界は広いなと深く感心したのだった。彼らの踊りには本当に情熱が満ち溢れていた。私がインドで出会った人々は皆生きているという力強さを感じた。インドの空港に降り立ったその日から人々の笑顔にノックアウトされた。食事は毎食カレー。バナナの葉の上のご飯を手で食べることが本当に美味しくて、いつもより食も進んだ。お魚や野菜尽くしのヘルシーなものばかりで、食後のマサラティーが大好きになった。ふくよかな女性たちが堂々と姿勢よく胸張って歩いているのを見て、とても陽気でおおらかな人たちからパワーをもらった。ダイエットして痩せて美しい体を手に入れることが幸せなのでもなく、有名になることや地位や名誉を得ることが幸せなのでもなく、ただ毎日笑って暮らせること、体が元気なこと、美味しいものを美味しいと感じられること、幸せはいつも身近にあり、自分の心が作り出すものだとふつふつと感じた。ガイドブックを開くと、こんなインドの例えが掲載されていた。深い森を歩く人がいるとしよう。その人が木々のざわめき、小鳥の語らいを心楽しく聞き、周りの自然に溶け込んだように自由に歩き回れば、そこで幸福な一日を過ごすだろう。だが、その人が例えば毒蛇に出会うことばかり恐れ、歩きながら不安と憎しみの気持ちを周りに振りまけば、それが蛇を刺激して呼び寄せる結果になり、まさに恐れていたように毒蛇に噛まれることになる。インドは神々と信仰の国だという。また喧騒と貧困の国だとも言う。だがそこが天国だとすれば、僕たちのいるここは地獄なのだろうか。そこを地獄と呼ぶならば、ここが天国なのだろうか。インドを旅する君が見るのは天国だろうか、地獄だろうか。インドは君に呼びかけている。さあ、いらっしゃい。私は実はあなたなのだ。
こんなことに自分は感動していたんだとか、何か多分いろいろ悩みもあったと思うんですけど、そういうことを吹き飛ばすぐらいのエネルギーがインドにはあったんだなと思います。次回はメキシコかな、アフリカかな、今考えてます。どうぞお楽しみに。